今まではいろいろと会社であったり環境であったりっていうものを与えてくれた中で、新しい刺激、楽しい刺激、モチベーションっていうものを与えられてた。だけど今度自分がそういうモチベーション、刺激っていうものを自分で作っていくっていうことです。で、自分が作り出していく刺激っていうのは派手なものじゃないので、それはさっき言ったように右手で書いてたものを左で書いてみようと思って左で書くっていう。この刺激ってそんな大きくないんです。でも左手で書けるようになった時に、すごいこれ一つのスキルですよね。今自分が営業マンであれば、営業に行くっていうことに関して、自分の中で今まで教えられたいろんなノウハウじゃなくて、自分の中でこういう風に話してみようかなとか、こういう風にしてみたらお客さん喜んでくれるかなとか、その自分の中で右利きだったのを左利きに直してみるように、自分の中でなんかこうやって右前で喋ってたのを左前に変えてみたり、自分の持っている今のスキルっていうものをもうちょっとこういう角度でブラッシュアップしてみようかな、こういう風にやってみようかなっていう。で、大きなもの、広いもの、会社じゃなくて、自分って意識を向けて自分を開拓していくっていうつもりで、自分のスキルであったり、毎日やってることっていうものを深めていったり、ブラッシュアップしたり、でそういうちょっとある意味で職人さんみたいな、でそういう意識を持って取り組んでいくっていうことを、今のいろんなことがつまんなく感じている時期にやっていただくっていうことを僕は提案してます。で、例えば、日本の国っていうものもそうですけど、開国と鎖国ってやってきたんですね。歴史を見ると、日本のオランダとかいろんな中国とかいろんなものから日本国っていうものが、いろんな最先端の技術を入れて、で、その後、江戸時代になった時に鎖国をしたんですね。で、いろいろといろんな外から入ってきた刺激っていうものが、江戸幕府ができた時に鎖国をした、その間に日本独自のものに昇華されていって、周りとコンタクトがないから、だから自分の独自の文化になって、そしてそれが、日本のその独特のオリジナリティになって、世界に面白いって言われるもの。要するにその人だけの本当にユニークな特徴になって、で、今、京都行っても奈良行っても外国人が日本らしいって受け入れられるものとほぼ江戸時代にできてるんです。ほぼ鎖国をしている時代に外から刺激をあんまり入れないことによって自分の中にあるものを組み合わせていって自分のオリジナリティを作ったっていうね。その外から刺激が入ってない時代に自分の中にあるものを喜んでた。自分のあるもので刺激を感じてたっていうところがその人のオリジナリティになります。なのでおそらくその質問者さんはある程度仕事を頑張ってやってこられていろいろとできる人だと思うんですよ。なので評価されていいお給料もいただけるし、その会社に入って、頑張ってっていうことをやってらっしゃるっていうことあると思うんですけど、多分ね、本も読むのかもしれないし、研修も行くのかもしれないし、すごい外からの刺激っていうものを本当に喜んでそこにノリよくついていった人だと思うんですけど、一旦今のフラットな時期に自分の文化っていうものを作るつもりで、自分のスキルっていうものを作るつもりで、で、なんですかね、周りに喜ばせられるっていうよりも、自分自身の中でマニアックに鎖国をして、自分の持っている技術を磨いたり、こういうことをやったり。で、そういう努力を今の時期に、また楽しくなる時期来るかもしれませんけど、今の時期にやれた人が、ひょっとしたらですよ、新しい転職先が今後出てくるかもしれないし、それから同じ会社の中で部署が異動になるかもしれないし、何らかの形で環境の変化っていうものが起きた時に、この時期に培っていた自分独自のノウハウとか、自分の中での技術っていうものが花咲くんです。なので、とにかくね、気分とか感情に左右されないで、今、給料ももらえてる、仕事もそこそこ、そなく、失敗なくこなせてる、ね、大きな、あれもないけれども、そんな、なんていうのかな、大きな失敗もしない。で、ある程度余裕で仕事をこなせてるっていう中で、自分ができることっていうのは、一生懸命やるっていうとすごく漠然なんだけど、自分にしかないスキルっていうものを今磨くっていう時期なのかなとも思います。で、それをやり始めると、だんだん毎日が誰かに何か言われるとかじゃなくて、自分の中での自分の開拓作業なので、なんですかね。そんな贅沢な時間ないですよね。追われてやるんじゃなくて。自分の意識での開拓作業なので、非常にそこは勉強になるのかなと思うんです。
ですから、まあちょっとね、長く話しちゃったんですけど、最初のポイントは、今までのそのモチベーションが高い状態っていうのは必ずしも正常な状態であって、今のモチベーションがあんまりこう刺激が感じられないっていう状態が異常な状態ではないっていうことですね。むしろ今がフラットなノーマルな状態なのかもしれない。で、その時期にやるべきことっていうのは、自分を掘ることです。自分を深めていく作業なので、ね、大概いろいろやる気があってモチベーションがあって泊まり込みでとか言ってたでしょ？ということは多分相当忙しい時期があったんだと思うんですよ。ね、いろんなプロジェクトがあったりして、どんどんそれをやらなきゃいけないっていう追われてる状況もあったと思うんです。でもそれは周りから与えられた環境に一生懸命ついてってたってことでしょ？でもそれが今泊まり込まなくてよくなったんだと思うんですね。ということは刺激がすごく少ないんだと思うんです。周りから与えられる。だからその時に、じゃあ、これでやる気がしない、やる気がしない、やる気がしないって言って、まあそこそこ給料もらえるしって。で、それはもう完全に周りに対して頼ってるってことね。誰かが何かプレゼントくれるんじゃないかと。誰かがモチベーションを上げてくれるんじゃないかって多分思ってしまってるんだけど、モチベーションなんていうのは上がっても上がらなくても関係ないんですよね。それは興奮してても興奮してなくても関係ない。とにかくこう、今の多分時期にできることっていうのは自分を掘る作業であって、それはご本人にしかわかんないことだと思うんですよ。けど自分が今やってる仕事の中で磨けるスキルであったりとか、自分の中で深められるものであったりとか、できれば自分オリジナルの技っていうのをどんな仕事でもあるはずなので、自分オリジナルの技っていうものを開発してほしいなってみんなに思うんです。どんな人も職人なので、最終的には。ね、営業マンも何か物を作る人も、倉庫整理する人も、人事の人も、みんなそれぞれ自分にしかないオリジナルのものっていうものを、日々作っていく。会社の仕事をしながら、公のことをやってるようでいて、自分の技、自分の技術、自分の、なんていうのかな、ノウハウっていうものを蓄積していくっていう作業を、やっぱりやっていってみてほしいなと思うわけです。で、そういう中で、必ず見えてくるものがあるし、そういった地道な作業っていうのがすごく喜びに変わる時があるんですね。だから大きなものを見ないってことです。外に意識を向けない。もう自分の中に意識を向けて、自分に関心を持って自分を掘り下げるっていう作業をやらないと、多分、今つまんないからってどっか転職しても多分同じことがその先で起きる。つまんないからって言ってなんかね、その違う外国に行ったって同じことが起きる。とにかく外からの刺激、これがないと人間生きていけないんですけど、外からの刺激、強い刺激、それに頼って生きてしまうと、延々と刺激をくれる環境っていうものを探し回ってさまようことになるので、まあ、ぜひね、今自分がいる場所っていうものは、その仕事が嫌で嫌でしょうがないんだったらやめればいいんですけど、そうでないんだったら、もうやめるにしてもね、やめるにしても、もうちょっと自分を今の環境の中で掘り下げて、自分のできることっていうのかな。会社に対してじゃないですよ。自分が自分のスキルとして、自分の能力として開発できることっていうものを、もうちょい今の環境でチャレンジしてみるっていう意識をね、そうしてみるといいかなと。お客さんとか会社のためにじゃなくて、自分がさっき言ったように右手で書いてたのを左で書いてみたいなとかね。なんか足で歩いて会社に行ってたのを逆立ちして行ってみようかなとか。まあ、極端な話ですけど、そういうぐらいマニアックに自分の持ってるスキルにこだわって、今の時期にそれを磨いていくっていうことが必ず社会人として、人間として底力になって次の時期に生きてくるので、今はそのサイクルの中でそういうスパンに入ってるんだなっていうふうにして思ってほしいんです。延々とそれが続くことはないです。ただそうやって自分を掘る作業を今の時期にしなかった人は、もう惰性でこのままずっとつまんないと思います。で、なんか、お給料はとりあえずもらえるしっていうことでそこに甘んじていくっていう状況になるので、とにかく積極的に自分が自分の人生を作っていくし、自分が自分の人生のリーダーだし決定者なので、最終決定者なので、自分に指示を出していかなきゃいけないってことですね。でもとにかくつまんなくなったら、今の仕事がつまんなくなったら、周りを見てつまんないって言ってるんで、自分が面白い人間になるってことですね。自分が面白い人間になるために、周りがつまんない。この環境はつまんないので、自分がつまんない男なので、
自分を掘って自分を面白い人にしていけばいいってことですよね。なので、それはどういうスキルを掘るのかっていうのはもうご自身でやっていけばいいことなんですけど、意識を自分に向けて、自分の持っているものっていうものを他の人がやってないやり方で、自分が面白いと思えるやり方で深めて、掘って、鎖国をして独自の文化を作るっていう最高のタイミングに今入っているので、ぜひこの貴重な時期を大切に喜んで過ごしていただければなと思います。